漢字考察、鬼滅の刃。日本語は長い間、書き言葉と話し言葉がかなり違うものでした。今でも音で聞くだけではわからないけど、漢字を見ればすぐ意味がわかるという言葉が少なくありません。特に名前は音が同じでも漢字によって意味が変わることがほとんどです。この動画では人気漫画「鬼滅の刃」のキャラクターの名前の漢字について考察します。音だけでは伝わらない意味を皆さんも一緒に考えてみてください。まずは主人公竈門炭治郎。竈門という名字はとても珍しいですが、実際にある名字です。意味は火の神様を祀る場所。竈門は火を使う場所のことで、家の中で火の神様を祀る場合、よく竈門の神様として祀ります。火の神は浄化の神。憎しみや怨念などの悪いものを燃やして消す力があります。次の字は門。門は中に入れていいものと入れてはいけない悪いものを分ける場所です。つまり炭治郎の家族は代々火の神様と関係があって、人間の世界に悪いものを入れないための役目がある一族と言えるでしょう。次に炭治郎の炭。これはお父さんの名前が炭十郎ですから、竈門家の長男が代々受け継いできた一字だということがわかります。炭焼きの仕事と耳飾りと一緒に、この文字もずっと受け継いできたのです。歴史の長さと責任の重みが感じられます。次の字は、怪我や病気を治すという意味があります。彼の優しく面倒見がいい性格によく合っています。最後の老の字は、男の子の名前によく選ばれる字です。全体的に見て、竈門炭治郎という名前は、代々火の神様のご加護がある家系で、彼自身は人々の傷を癒す優しい男の子だということがわかります。竈門禰豆子。ねはとても難しい字で、今ではほとんど使われません。ただ、神社の役職、ネギに使います。この漢字の意味は、先祖の霊を宿すもの。彼女の体に霊的な何かが入ることをこの漢字が意味しています。そして、禰豆子の図。これは豆という意味ですが、食べるのではなく、鬼を払う節分の豆でしょう。最後の子は子供。これは女の子の名前によくある漢字です。皇族の女性は全員にこの字がつきます。皇族にあやかって、そして女の子らしい音にするためにつけた字でしょう。全体として禰豆子という名前は、霊的な何かを自分の体の中に入れる力、そしてそれを払う力がある巫女のような女の子だということを暗示しています。日本には昔、山伏と巫女のペアで各地を回って悪霊払いをする人々がいました。巫女に悪霊を憑依させて、それを山伏が払うのです。竈門兄弟はそういう関係性なのかもしれません。吾妻善逸。吾妻は東北地方に多い名字です。日本最古の英雄、大和武が奥さんの乙立花姫に、我が妻よ、と言ったことから、この名字が生まれたと言われています。つまり、吾妻とは、私の妻という意味で、とても古い名字です。漢字は違いますが、吾妻という名字で有名な人に、三味線奏者の吾妻弘光さんがいます。善逸が三味線を弾くシーンで、やっぱり、と思った人もいるでしょう。そして、
妻の字には稲妻という意味もかかっていると思われます。善逸の善はとてもいい意味の漢字ですから、よく男の子の名前に使われます。最後の逸の字は逃げるという意味もありますが、前の善と合わせて素晴らしくて他と全然違うという意味になります。全体として吾妻善逸という名前は、一人の女性を一途に愛するキャラクターで、特別な能力を持った逸材だということがわかります。彼は捨て子だったので、自分は誰からも期待されなかったと言っていますが、少なくともこの名前をつけた人は、彼にとても大きな期待を寄せていたことが感じられます。橋平伊之助。この漢字の橋平という名字は実在しません。橋平の橋は鳥のくちばしです。右下に角の字がありますから、この字だけでとても野生的で攻撃的な印象になります。平は普通という意味ですから、普通のことをくちばしでつつくようなイメージです。伊之助の伊は昔のあいうえお、いろはにほへとの最初の文字です。次ののは助詞ののです。急いですぐに何かをするとき、いの一番と言います。彼の短気でせっかちな性格が読み取れます。そして何より大切なのは、彼の名前、伊之助と、彼がいつもかぶっているイノシシが同じイノの音だということです。とても覚えやすい、シンプルでキャッチーな名前です。最後の助は、もともとは官職名でしたが、後に侍の名前としてよく使われるようになったものです。ただのアシスタントではなく、主役もできる強い名前です。彼が侍のようにプライドが高いキャラクターだということがわかります。全体として伊之助の名前は、漢字の意味より音を重視した感覚的なもので、彼が野生的で単純、しかしプライドが高い武闘派であることをよく表しています。このように名前が漢字で書かれているときは、たくさんの意味が付加されています。しかし、漢字が難しすぎる場合や、意味を隠したい場合は、ひらがなかカタカナで書きます。英語で Dance of the Fire God という字幕がつく日の神神楽は、原作ではカタカナです。つまり、火の神 Fire God か、日本神話の最高神火の神サンゴですかわからない。もしくはその両方である可能性まで考えられるのです。アニメや漫画が好きで日本語を勉強している皆さん、ぜひ頑張って漢字を勉強してください。漢字の意味、そして漢字じゃない意味まで分かれば、物語はもっと面白くなります。